それでは今からまたビデオ撮影します。はい、始めましょうか。静かだな。皆さんこんにちは、J です。みさきです。先生暴力の問題ですね。はい、説明させていただきますね。はい、東京都町田市の都立高校ではピアスかけた生徒が先生に廊下に呼び出されました。先生に説教されたにつれ、生徒の態度がどんどん悪くなって、ふざけないよとか、その小さい単語で考えろとか、暴言を発し出してきました。結局先生がカッとなって泣くってしまったんです。大変ですけど、その事件が他の生徒に収録されたビデオがインターネットツイッターにアップされて大炎上でしたね。その話を聞いて、先生が一線を越えたから開校するのは当然だろうと思うかもしれませんけど、ちょっと裏事情がありますよね。他の生徒に収録されたビデオもアップされ、そのビデオの中で炎上させよう、教育委員会よろしく、という声も聞こえます。この事件は偶発的に起こったことじゃなくて、生徒たちに仕掛けられた罠ということでしょうね。これが明らかになってから、日本国内で、先生を応援する声が上がってきて、有名なタレントでも生徒が退学するべきだ、といったケースもありました。そんな言ってました？そうです。デヴィ夫人がそうですね。そういう人でしょうね。私のサイトでも受けるようになって、Facebook だけでいろんな意見が出てきました。最もいいねをもらったコメントは、アメリカの教師としてはこんなクソ野郎を向き合うことがたくさんある。襲ったことがないけど、想像できるかなって。そっか。アメリカでも日本でも、教師が低い給料でいつも頑張っているんですけど、毎日こういうふうな生徒たちとも向き合わなければならないので、本当にカッとなるシチュエーションが少なくないでしょうね。Well, because I used to be a teacher too in Japan. そう、一つのクラスに多分ついてたらきっとまたねこういう風な責任とかも、there are lots of responsibility. So 私の場合はもう楽しいだけで小学生だったのもあって elementary school kids. So it was really cute. こういう経験をしたことはなかったんですけれどもね。いやでもやっぱり他の先生を見てて、やっぱ先生ってすごくなんて言ったらいいんだろう、ワークロードがすごくもう大変な仕事だなって思って横で見てました。次のコメントは、いいだろう、先生は悪かったけど生徒の方は最低、ちょっと欧米が勉強になるべきだということでした。昔は本当にだからうちのお父さんお母さんがちっちゃかった頃は、学校に行ってた頃はやっぱり先生が暴力を振るうっていうのは認められてた感じなんですよね。だけどだんだんそれが変わってきて、今はもう先生がやっぱり何もできなくなる。もう何も言えないし、何もね、もうちょっとだけでも触ったりとかしたら保護者が何か言ってくるとかね。だからすごい肩身が狭いって言ったらいいんですかね、先生の。だから生徒を指導しようにも指導できなくなってるっていうのは問題かなって思います。他のコメントなんですけど、このクソ野郎とは、ほとんどなんだか苦労している。また暴力をすることがいいと思わない。先生は支援研修を受けてもらった方が良い。そうですか。ということなんですけど、そうですね。
生徒が悪いことをやったけど、でも事情がありますよね。家庭が、悪いかもしれないし、いろんな精神的な問題を取り込んでいるかもしれないので、それを検討して、適当に、反応しないとダメですね。そうですね。いや、これ難しいですよね。そうですね。いや、だから私も最初、ビデオを見た時には、結構もう力強く殴ってるじゃないですか、先生も。ね、だから、あって思ったんですけど、でもその裏をね、紐解いてみると、やっぱりはめられた先生っていう、ね、だからすごく、なんていうのかな。ある意味で殴らせた。そうですよね。だから、まんまとやっぱり先生はハマってしまったっていう感じなんですけど、結構保護者の方からの、お父さんお母さんたちからの評判はすごく良かった。そうです、この先生。そうですね。元生徒たちも、いい先生だから、すごいなんか熱く指導してくれるって言って、そう、もちろん暴力はいけないんだけれども、なんかすごくかわいそうだなって思いました、なんか先生が。校則違反をしていないって言ってるんですよね、校長先生は。ピアスとか、ピアスとかそういう違反、ルール違反をしてないと。そうなんですか。言って、でその後生徒のその精神のメンタルのそのケアとか、そういうのにちょっと力を入れていきますみたいな。だから先生がもう殴るっていうことはあってはならないことだし、だから全てこれは先生が悪いことなんだって校長先生は言ったんですよ、ニュースで。そこ私は本当に納得がいかない。先生が全部間違ってるってね、言っちゃうのは違うかなと思ったので、そこは言っときたかった。生徒たちがどんな処分を受けたらいいと思いますか？生徒がですか？そう、生徒。でもまずはその生徒たちの、家庭環境を調べさせてほしい。そうですよね。やっぱり多分だから家庭でやっぱり気持ちが落ち着かない部分があって、やっぱこういうふうに怒りになって出てくるわけじゃないですか、他のところで。そうですね。だからなんかやっぱカウンセラーに通ってもらうとかどうですかね。そうですね。だからやっぱ話をするっていうことが大事じゃないですか。やっぱり法廷書くのはダメだから、だからもうプロフェッショナルな第三者に話を聞いてもらう。退学させたら、生徒たちに対していいことじゃないと思うんですね。そうですね。でその生徒自体がやっぱりダメになっていくと思うんですよね。やっぱりそこで退学させちゃうと。その点からもっとも大きな社会問題になる。そうですね。だからそれは多分違うと思うので、やっぱり更生させてあげる方向にやっぱり持っていった方が、だから先生の方も先生をやっぱり辞めさせるっていうのは絶対違うと私は思うので、先生がその生徒のことをそのピアスをずっとつけてるから、外せって言ってるのにつけてるから、もうお前病気なんだろみたいな、病気って言ったらディジーズって言っちゃったんですよね、それのことを。私はそれもやっぱり良くないなって思うんですけど、やっぱ生徒としてはちょっといい気分しないじゃないですか、それをね、ディジーズって言われると。じゃあそこもちょっとやっぱ先生には非があると思うんですよ。でそれで生徒が怒ってしまって、でじゃあはめてやろうぜってなって、その点しかエスカレートしないように落ち着かせる責任が先生の方でしょ。そうですね。大人だから先生の方。今頃でも親たちとして、自分の、息子、とか娘を、殴ったら逮捕される。もちろん、それはもちろんそうです。だから私もね、絶対暴力は本当にいけないと思うんですよ。だけどやっぱりその生徒の気持ちを考えると、やっぱ満たされない気持ちがね、やっぱどこかであるんだろうなって思うんですよね。美咲さんのチャンネルを見て登録してください。よろしくお願いいたします。はい、that's all for now. Bye bye. Bye bye.